はい、こんにちは。今日は朝から実家に移動してきて、今実家で撮影をしているんですが、今日撮影デーにしようかなと思って前からこの日ね、スケジュールを開けてまして、家でも撮影はできるんだけど、もうがっつりたくさん撮りたいなと思ってわざわざ別の環境に移動してきました。撮影ってなるとシェアオフィスとかシェアラウンジは使えないので、家ですよね、自宅。あんまりレンタルスタジオ、撮影スタジオが私好きじゃないので、あんまりね、清潔感を感じないので、だからやっぱり自宅か実家で基本的には撮ってるかなっていう感じですね。実家の方がね、結構壁が綺麗だし、なんか可愛いの飾ってあったりするから、実家で撮るのが好きなんですよね。だから今日はこの後 YouTube とか、あとはショート動画撮りたいなと思ってます。若干喉が痛いんだけど、もう気にせず、もうこれで声が出なくなってもね、今日できれば10個以上撮りたいなと思ってるんで、いいかなという感じで頑張ります。で、今日はね、ポッドキャストで何を話そうかなと思ってたんだけど、今までの私の勤めてた会社についてお話ししようかなと思います。最近コメントもね、ポッドキャストいただくようになってきて、すごい嬉しいなと思う反面がね、私の喋り方とか、そういうのについてメインのチャンネルの方でもね、結構コメントいただくんだけど、私は基本自然に喋ってるので、普段からこういう喋り方だし、こういうトーンで喋ってます。もっと日本語の先生が発信してるみたいにハキハキわかりやすく話すことももちろんできるし、メインチャンネルではこれよりはね、ちょっと明るい声でハキハキ喋ってるかなと思うんだけど、ポッドキャストはちょっと自然体で自然の話し方でやりたいなと思ってます。他のチャンネルで結構日本語の先生がね、はっきりわかりやすく話してるから、私は自然な感じで話して、しっかり聞くっていうよりかは、なんか作業しながらとか、流し聞きしてくれたら嬉しいなと思います。もちろんね、がっつり字幕見ながら聞いてもらえるのも嬉しいんだけど、それは皆さんの良きように聞いてもらえたらいいかなと思います。なんかポッドキャストね、これで20本目なんだけど、私この間ちょっと思ったんだけど、もし私が亡くなった後、急に何って感じなんだけど、全然何かあったとかじゃないんだけど、もし私が亡くなってもこのポッドキャストが残ってれば、私の考えとかそういうのを、家族、友達、あといろんな人ずっと聞けるよなと思って、そういう面でもいいのかなって思ったりしました。すごい極端なんだけど、別に何かあったわけじゃないんだけど、これってずっと残るよなと思って。だからやっぱり自分の考えとか思いとかを残していこうかなと思います。あと、自分の将来の子供とかもこれを聞いたら、私が考えてることとかそういうのもわかるんじゃないかなと思って、だから今日これから話す自分の今まで勤めてた話とかも何かプラスになるんじゃないかなと。ただね、もう世の中は変わるので、20年後30年後が同じような働き方とかでは絶対ないんだけどね、当時はこんな感じでしたということで、基本私長期的に物事を考えるんだけど、さすがに長期的すぎるかもしれないんだけど、やっぱなんかそういう目線で考えると、このポッドキャストを更新していく自分なりの意味ってやっぱたくさんあるんだなと思った次第です。はい。で、
私は会社員は10年やっていて、3つの会社に勤めてました。一番最初、新卒で入った会社は5年ちょっとかな、いたんですけど、で新卒って言っても私短大だったので、同期の人たちより2、3歳若かったですね、自分だけ。で、私やっぱ英語を使う仕事をしたいなと思って、見事そういう仕事をすることができて、本当にねすごいちっちゃい会社なんだけど、結構大変だったんだけど、1社目で、大変な経験してよかったなっていうのはすごく思います。もう本当に入社してすぐやっぱ辞めたかったし、同期もみんな辞めちゃったし、でもなんとかこらえてましたね。仕事は辛かったけど、プライベートが楽しかったりしたし、やっぱりお金がねもらえるっていうのが、お給料も平均的プラス結構ね出張とか残業があったんで、その分しっかりもらえてたから、平均よりはもらってたんじゃないかな。ただボーナスは不定期だったけどね、毎年何回あるとかじゃなくて、なんか業績によってなのかわかんないけど。で、一応 IT の会社で、SIM カードとか光回線を卸して販売をしてました。私は留学生、日本にいる留学生の方を担当してたので、基本英語とかそういうので会話をしてたかな。電話対応とかもね。でも日本語話せる方も結構いたし、日本人のお客さんも半分ぐらいは相手してたんで、やっぱりそこで自分の英語力のなさとかも痛感したりしながら、でもすごいいい経験だったなと思います。やっぱ1社目で最初営業として入ったから、いろんなところね回ったりしたり、繁忙期は、留学生の人が入学する時期だから4月とか9月がすごい繁忙期だったんだけど、でその中でもね、営業とか販売だけじゃなくて、私は、広報っていうのもそこで任させてもらってたんで、それがすごく大きかったかなって思います。そこでウェブサイトを見たり、構築まではいかないんだけど更新したりとか、あとはデザイン、チラシとかパンフレットをデザインしたり作ったりとか、SNS とかそういうのを担当させてもらってたので、それはすごい楽しくて、自分で勉強しながらウェブサイトとかAdobe のソフトを使ったりしてて、そこで自分はこういう仕事がすごく好きだなって、もともとね学生の時から何か作ったりするのが好きだったから、でも1社目でそれを経験させてもらえたのは大きかったかなっていう感じですね。だから本当に大変だったけど、5年間働けてよかったなと思います。でもやっぱり新卒業、新卒の後の会社は大手企業に行けるならそれに越したことはないのかなとは今となっては思うんだけど、全然後悔とかはしてないんだけど、私は自分の学歴じゃ絶対に行けないって分かってたし、やっぱ今となってね、大手企業、誰もが知ってるような企業に新卒で行くっていうのは、その後のキャリアがだいぶ広がるなと、明るくなるなというのは個人的には思います。だからそうなるとね、学歴がとかもあるんだけどね。でもね、私みたいにすんごいちっちゃい会社でも自分の得意なこととか好きなことを見つけて伸ばせてっていうのもできるから、何がいいかはねその人次第ですよね。みんなが辞めていく中、私は続けてたし。で2社目はね、日本語学校です。日本語学校はずっと働きたかったんだけど、やっぱり自分の学歴と、あとね新卒じゃ多分取らないかな。でもその時点でも私ね25歳とかだったんで、まだまだね若かったですよね。で、私は渋谷のね日本語学校にいたんですけども、
本当に日本語学校といえばっていう感じの日本語教育を、のメソッドを作った方が創立者なんだけども、そこに行ったので、やっぱり学校としてもすごく良かったし、日本語学校の中でも、一番の学校だなって私は思ってて、そこで働けたのはね、すごく良かったですね。そこでは2年半いたのかな。結構ね、すぐ辞めちゃったって思われるかもしれないんだけど、もともと2、3年かなとは私はその時点では思ってました。で、やっぱり途中でコロナになってね、いろいろ学生さんが半分以下、全然来なくなっちゃったり、そこは別にしょうがないんだけど、それで在宅勤務になって、でやっぱ自分の将来を考えた時に転職しようと思って転職をしました。でも本当にいい職場で、そこで働けてよかったなっていうふうに今でも思ってます。そこでもね、前職の経験を生かしてホームページとか、SNS とかね、そっち系も、任せてもらってやってました。で、3社目、最後の会社はね、これも IT の上場企業ですね。そこで広報として入りました。私の学歴じゃそこにはいけないような会社だったんだけど、結構周りの同じ部の人とかね、みんなしっかり大学行ってて、で、私はそうじゃなかったんだけど、でもそれまでのやっぱキャリアが全部つながったなと思って、ちょうどその会社が SNS をしっかりやっていきたいってちょうど思ってたところみたいで、そこに私が面接に行った。で、その広報の担当者が急遽辞めるっていうタイミングだったんだよね。だからすごくタイミングがよくって、で、面接1回だったかなとかで内定もらって、離職率とかね、離職率というか離職数は結構多い会社ではあったんだけど、やっぱりそういう動きが活発な会社だなっていう印象で、だからね、私も2年ちょっとそこは勤めて辞めました。でもその時も2、3年と思ってたんだよね。2、3年したら独立しようって最初から決めて入社をしたので、でもちゃんとね、もうそう、面接の時も、よく言われるじゃないですか。5年後、10年後どうしたいとか、その先の考えとか。そこで私、もちろん正直に3年で辞めますとは言わなかったんだけど、言わなかったと思う、前向きなことは。やっぱ自分の本当にやりたいことのために、ここで学びたいです、経験積みたいです、みたいな言い方をした記憶はあります。やっぱそれは正直に思ってたことなんで。で、辞める時も、もう早めに言いましたね。やっぱなるべく迷惑かけずに辞めたいなと思ったから、早めに言ったというか、私別に次の転職先があるわけじゃないから、いつでもいいけどね、だらだらそこにいるわけにもいかないので、半年前ぐらいに言って、で半年後目安に辞めたいですみたいな感じで言ったかな。でも結局そこからプラス3ヶ月ぐらい伸びたんだけど、でもちゃんと後任の方が入ってきて、引き継ぎもしっかりして、で辞めました。今でもね、その会社は実はクライアントさんになってくれたりしていて、やっぱり真面目にやってきてよかったなっていうのは思いますね。なかなかその辞めた人に仕事を頼むって、そういう大きな会社がね、個人に頼むってなかなか難しいかなっていうふうには思うんだけど、もう精一杯私なりには頑張ったつもりだったんで、今こうやってまた一緒に仕事ができて嬉しいなと思ってます。そんな感じの10年間でしたね、私の会社員は。だからやってることは実は全部同じで、私はそういうマーケティングは正直全然できてないし、経験はないんだけど、やっぱ広報ですね。がっつりすごい広報の人だったかって言われたらちょっと怪しいんだけど、
なんか自分の好き得意なことを会社員の時もやってたなっていうのは思います。でもやりたくないこともたくさんやってて、私はもう会社員は向いてないので、何回も言うけど、朝起きるのも苦手だし、電車も苦手、人と話すのも苦手だし、メッセージを見ることもできないっていうぐらい苦手だったんですよね。そんな状態でも10年間頑張ってきたんで、もやっぱね、自分は本当に忍耐強いなっていうのは、それはもう学生時代から思ってたかな。自分で勉強もやって、バイトも行きたくないけど頑張っていって、多分その忍耐力のが鍛えられたおかげで社会人10年間もやってこれたなって、もういつ辞めてもおかしくない状態でずっとやってたんで、でもそんな毎日辛い辛い辛いって考えてるわけじゃなくって、本当人間関係にはどこもすごく恵まれてたから、会社に行ったら楽しいし、大変なことある分それを乗り越えた時がすごく嬉しかった。自分の目標を達成したりとか、周りの人のためになったりとか、お客さんのためになったらすごい嬉しかったから、それは、最初の会社と最後の会社はその楽しさと嬉しさがありましたね。日本語学校は正直全然大変じゃなくて毎日楽しかった分、そのやったーみたいな感じの時はなかったんだよね。目標を達成したとか数値を達成したっていうのがなかったから、その分ストレスもなかったんだけど、なんか1社目でやっぱそういう経験をした分、日本語学校でちょっと物足りなくなっちゃって、だからでもね、そのおかげで3社目転職することができたから、全部が全部つながって意味があるなとは思ってます。やっぱり最初に言ったけど、これをじゃあ誰に伝えたいかって、例えばね、私の将来の子供に伝えたいとか、そういう考えで今話してるとなると、やっぱり言いたいことは、1社目の会社は、大手企業に行けないんだったら、自分を鍛えられるとこで、やりたくない仕事、向いてない仕事はやるべきじゃないなとは思います。そこでウェブサイト系の仕事とか SNS の仕事とかマーケティングっていうのが私はすごい楽しいと思うから、まずそれを経験して、で勉強しながら仕事しながら、でお金をもらえるっていうね、それでやってみたら、そこで結果を出して実績を積んだら、また次の会社でも活かせるし、転職もしやすいっていう風になるから、もし今若い人、大学生とかなのかなの方がもし聞いてたら、そういう自分のキャリアでもさ、分かんないよね、その時。私だって短大生の時分かんなかったもん。その会社でホームページ担当するとも思わなかったし、ただ英語が使えるからって言ってその会社に入っただけで、だから正直ね、分かんないんだけどね、行ってみないと分かんないし、やってみないと分かんない。で、すぐ辞めてもいいし、私もそれはそう思うんだけど、どうなんだろうね。しんどい思いしてとかメンタルやられてまで続ける必要はないんだけど、やっぱりある程度会社で働くっていうのは大変なことはあると思うから、そこはちょっと我慢した方がいいんじゃないかなとは思うけどね。もう嫌なことあったらすぐ辞めちゃうとか、ずっと会社の文句言ってるとかじゃなくって、会社が自分にしてくれてることって必ずあるはずだから、そこを見つけられるかじゃないかなとは思うかな。でも私はもうこれから今後会社員に戻ることはないし、もう戻れないですね。一旦フリーランスになってしまったら、ただ戻れないってことはないんだけど、私のこの性格上やろうと思えばいろんな環境に適応できるからいけるんだけど、やっぱり年齢も重ねるにつれ、ちょっと会社で今からね入るっていうのが自分的には難しいなとは思いますね。だから
私は高校生の時から10年間ぐらい会社員をやったら独立というかね、もうフリーターでもよかったんですよ。その時考えてたのは。自分のペースで仕事がしたいっていうふうに思ってて、だから独立したいと思ったのは日本語学校の時だね。それまでは10年間頑張ったらもうフリーターになろうみたいな、なんか好きな雑貨屋さんとかお菓子屋さんとかでアルバイトみたいで働こうって思ってて、だって会社員辛いしって思ってたんだけど、日本語学校の時にお金の大学という本を読んで、あの本は私の人生をすごく大きく変えたんだけど、今でもね、本屋さん行ったらランキングトップ、てかずっと1位とかじゃないかな、にある本なんだけど、あれを読んで本当に変わりましたね。フリーターとかアルバイトって時給分でお金がもらえる。働いた分だけもらえる。でもマックスって決まってるじゃないですか、やっぱり。時間でね、そのお金がもらえるってなると。でもそうじゃない働き方もあるんだと思って、で、会社員もマックスって決まってるじゃないですか。どんどん役職上がっていけば、それもどんどん伸びていくけど、私が会社員で1000万とか稼げるビジョンはもう絶対ないんですね。絶対無理って思って。もう私がそもそも、あの、役職があるっていうのが想像できない。自分に部下がいるっていうのが想像できないから、だし、無理だなと思って、私の部下ができるぐらいならもう会社は辞めたいっていうね。やっぱなんかね、誰かのために働くっていうのはすごくやる気が出るんだけど、例えば部下がいたとして、部下がどうしようもない人だったら、それでもやっぱり会社のために働かなきゃいけないから、ちゃんと管理して、で、自分がゆったりしなきゃいけないっていうのが嫌だと思って、だから会社員としてお給料上げてくっていう考えはなかった。でも、フリーランスになったら、その収入の天井っていうのは働き方次第でいくらでも伸ばせるし、すごい難しいけどね。いくらでも伸ばせるって言って誰でもそんな伸ばせるわけではないんだけど、ちゃんとちゃんとやっていけばね、そこは天井はないっていうふうに私も実感してるから、やっぱね、そのお金の大学っていう本すごいわかりやすいし、おすすめですよ。お金について勉強したいと思ったら、深くは書いてなくて、もう表面的なことを全部バーって書いてあって、ちょっとだけ深掘りしてたりはするんだけど、でも全くお金について知識がない、働き方に迷ってるとか、転職とか副業とかそういうのがわかんない人は、まずあの本読んでみるのがいいかなとは思います。はい、そんな感じですね。私の会社員の振り返りはこんな感じでした。ちょっとやっぱり喉に違和感があるのと鼻が詰まってきたんで若干喋りづらかったんだけど、もうなんかね、こう、よし撮影するぞみたいな日に限ってこうなってしまうのは悔しいんだけど、声は出るんで、この後もね頑張って撮影していきたいと思います。はい、では最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。